今日はシンプルで落ち着いた EDM、ハウスミュージックのスタイルを解説するよ。最近の動画はほぼ音楽ジャンル紹介で、あまり興味のない人も多いだろうけど、スノの機能も全部解説は終わったし、ジャンル以外のスタイルも大体は触れた。だからスノに新展開があるまでは淡々とジャンル解説をしていくよ。あまり需要のない内容だとは思うけど、私はこれが一番やりたいから仕方ないね。今日の動画もあまり需要はなさそうなハウスミュージックのスタイルを解説するよ。しかも前後編の2回に分けるよ。ハウスは非常に種類が多いからね。ハウスはかなり歴史のある EDM で、シンプルなリズムが一番の特徴かな。等間隔なドラムとその間にハイハット、2拍目と4拍目に手拍子系の音が入る。テンポは速くもなく遅くもない。メロディーもシンプルな繰り返しが多いよ。現代のハウスは他の EDM のような派手な音を使うジャンルも増えてきたけど、この動画ではあえてシンプルで派手さのないハウスを紹介していくよ。マイクロハウスはシンプルなリズムと幻想的な音が特徴のハウスだよ。ハウスだからスローテンポではないけど、雰囲気はスローテンポの曲に似ているかな。ローファイハウスは名前の通り、ローファイ要素を加えたハウス、チルの要素が強く入っていて、かなり穏やかな雰囲気になる曲だよ。オーガニックハウスは民族楽器や自然の雰囲気を取り入れたハウスのこと。スノのスタイルで例えるとケルティックやフォレストに近い感じの雰囲気になるね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみようか。星が降る夜、闇が微笑む、月が静かに語る秘密、その中でただ一つの願い。星が降る夜、闇が微笑む、月が静かに語る秘密、その中でただ一つ。星が降る夜、闇が微笑む、月が静かに語る秘密、その中で星が降る夜、闇が微笑む、月が静かに語る秘密、その中でただ一つの願い。星が降る夜、闇が微笑む、月が静かに語る秘密、その中でただシンプルで穏やかなハウスのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。穏やかな曲を作るスタイルは多いけど、大抵の場合リズムは弱くスローになる。先ほどのスタイルは穏やかにしつつもしっか
かりしたリズムを作れるのが長所だね。動画の後半ではシンプルだけど穏やかではない激しいハウスを解説するよ。ゲットーハウスはシンプルなリズムとメロディーが特徴的なハウス。前半で紹介したハウスと違うのは音は弱くなくてむしろ激しいことだね。トライバルハウスはオーガニックハウスと同じように民族楽器を使うハウス。ただトライバルハウスは打楽器だけを使う。打楽器以外のメロディーはほぼ使われないよ。ハードベースはアップテンポが特徴。普通の EDM くらいのテンポになるよ。そしてベースとシンセの音が特徴的でほぼこの2種類の音しか使われない。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみようか。雲が流れる広い空、鳥たちが自由に舞うゴーゴー。世界は優しく見守って孤独さえも消えて星が降る夜闇が微笑む月が静かに語らる秘密その中でただ一つの願い平穏が永遠に続くように星が降る夜闇が微笑む月が静かに語る秘密その中でただ一つの願い平穏がシンプルで激しいハウスのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。シンプルと激しさは相反する属性だから使い方の難しいスタイルではあるかな。でも基本的に足し算になるスノにおいて音をシンプルにするスタイルは使いやすい。シンプルなハウス系のスタイルを混ぜると曲全体がすっきりして落ち着く効果があるよ。他のスタイルと混ぜることを考えると今日のスタイルの需要は結構あると思うんだ。ハウスはシンプルな曲調が魅力だけど近年は派手な音を使うハウスも増えてる。次回の動画ではその派手なハウスとハウスの枠を超えた特殊なハウスを解説するよ。それじゃまたね。